上の命令は絶対みたいな感じで、もう総裁のためだけ行ってこいみたいな。北九州市のあらゆる利権を得るために数々の事件を起こしたとされる工藤会。市民を襲うこともためらわず、凶悪だとして日本で唯一の特定危険指定暴力団に指定されています。組織のトップは総裁の野村悟被告と会長の田上文雄被告。元漁協組合長への殺人罪や県警 OB、看護師を組織として襲撃したなどの罪に問われています。工藤会ですねの団体、はい、25年ぐらい前ですね。物腰は柔らかく、外見からは工藤会系の元組員とは想像がつきません。月に僕一番いい時は900万ぐらいもらえたんですね。氷ですよね。もう10日1割とかだったらまた安い方で、週に3割とか10日3割とか妨害な利息を取って。組員らが街で幅を利かせ、住宅街ではロケットランチャーが見つかるなど、北九州市は修羅の国と揶揄されてきました。亡くなられた溝下先代がまあすごい怖かったんですけど、義理人情に熱いというか、まあすごいカリスマ性があったんですけど。2000年、工藤会のトップ総裁は健康上の理由で退くことになった溝下秀雄氏から野村被告に代わります。県警幹部によると、市民への攻撃は野村体制になり一層増えたといいます。工藤会の数ある組の中で、極西会出身の溝下前総裁と田中組出身の野村被告。かつて2つの組の対立をめぐり、野村被告は親にあたる田中慎太郎組長を極西会の組員により射殺されました。その時、極西会の会長を務めていたのが溝下前総裁でした。もうそれも溝下先代が亡くなられてすぐですからね。だから溝下先代がすごく可愛がってた人たちなんで、もともと親を殺されてますからね。亡くなられてすぐ墓参りに行かれたらしいですよね。先代、その田中慎太郎さん。親の敵を討ったとも見られている溝下前総裁の息がかかった極西会系の組長射殺。野村被告は自らの出身母代である田中組の幹部らを工藤会の要職に配置するなど、独裁体制を強めました。亡くなられて野村総裁になってから、やっぱ工藤会は変わったような気がしますね。やっぱ固い日に手を出すっていうのは、まああれはもう野村総裁のあれだと思いますね。そして9年前の今日、福岡県警はいわゆる頂上作戦を開始。工藤会トップ2人の逮捕に踏み切りました。どういうふうにその頂上作戦を見ていたんですかね。1ヶ月ぐらい前から交代ですぐ対応できるようにっていうのは朝から夕方ぐらいまで詰めてるような感じだったんですよ。僕は知ってるだけでも2、30人は辞めてますね。頂上作戦によって先導を失った工藤会。徐々に衰退していった。県警幹部はトップがいなくなり辞めやすくなっていると指摘します。北九州市小倉南区にあるデイサービスバイオリン。
シャンデリアが輝くなど豪華な内装のこの施設、医療法人が買い取りデイサービスになるまで第二の本部事務所とも言われた長野会館でした。工藤会の看板が掲げられ、住宅街の雰囲気を一変させました。住民らが元の環境を取り戻そうと立ち上がり、反対運動の末立ち退きが実現しました。なんかどういうふうに使っていいんだろうというようなちょっと戸惑いみたいなのはあったんですけど、慣れますねこれは。今もこう結構笑い声聞こえますけど、常時いつもこんな感じです。恐怖から笑顔に変わったような感じじゃないですかね。2019年、野村被告、田上被告の裁判。公共事業の利権をめぐり、元漁協組合の組合長が射殺された事件をはじめ、福岡県警の OB が銃撃されるなど市民が標的となった4つの事件が対象です。一審の福岡地裁は直接的な証拠が示されない中でもトップの指示があったと判断。総裁の野村被告に死刑、会長の田上被告に無期懲役の判決を言い渡しました。指示がなくて下の人たちだけが自分たちの考えで襲いに行ったって考えられるんですか？いや、ないです。それはないですね。下の組員にとってメリットって多分いや、ないと思いますよ。控訴審では田上会長は2つの事件ぐらいで自分が指示したっていう、実際は野村総裁だと思いますけど、死刑を回避させるためにみたいな。男性は工藤会に残っても先がないとして一審判決後に工藤会を離脱。県警の就労支援を受け、今は福岡市内の飲食店で働いています。なんか悩みもなくてから楽ですね。口座が持てなかったっていうことぐらいで、それ以外は別に今のところ不自由は感じてはないですけど。野村、田上両被告の控訴審はあさって始まります。